今回は、11月の誕生石色である、トパーズ色を使って、球体を組み合わせ、フックピアスを作る動画です。使用するレジン液は、いつもと同じで、星の雫。そしてこちらが、宝石の雫、トパーズ色。美味しそうな、紅茶のような色ですね。さて、奥さんの作業を見守りながら、今回は、トパーズについて、色々お話ししましょう。まずは、トパーズの宝石言葉を、ご紹介。成功、希望、誠実、友情など。ちなみに、トパーズも、それなりに色の種類があって、それぞれ色ごとに、宝石言葉が設定されているようなので、興味があれば、ぜひチェックしてみてください。さて、次は恒例の、コードと、人生の話。トパーズのコードは、8。かなり高めです。一方、トパーズの人生は低く、かなり、脆いです。つまり、引っかき傷には強いけど、衝撃には、弱いということです。それと、トパーズにはあと一つ、見逃せない特徴がありまして、どうやら、紫外線を長時間浴びると、変色する可能性があるらしい。なので、トパーズを保管する際は、なるべく、布で覆うか、袋に入れておく方が良いでしょう。ちなみにトパーズは、希少性の高いものを除き、比較的安価なので、プレゼント用として、とても人気のある宝石となっております。おっと、この辺りで、作品のことについても、触れておきますね。とりあえず、前回の作品は、かなり凝ったものだったので、今回は、なるべく複雑ではない、シンプルな路線で、そして、トパーズ色の、良さを伝えるのに、最適な形で、なおかつ、秋も、多少はイメージできるような、そんな感じの作品を、作りたかったらしいです。さて、それではこの辺りで、次回の作品をご紹介。次回は12月ということで、タンザナイト色を、使います。作品としては、大ぶりな装飾品を連結した、ピアスになります。この画像で伝わるか、わかりませんが、色がめっちゃ綺麗です。12月の中旬ぐらいまでに、投稿できればいいなと思ってます。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるので、よろしくお願いします。さて、奥さんが作業を頑張っている間に、少し雑談タイム。気づいた方もいらっしゃるかもですが、実は今回は、1分20秒から2分あたりまで、気泡が発生してしまったので、火炎で紹介したテクニックで、気泡を除去しました。まだ見ていない方は、ぜひ後ほど、チェックしてみてくださいね。さて、あとは恒例の、近況報告を少しだけ。とりあえず、毎年の健康診断も、特に問題なく。家族全員、健康状態は良好です。風邪もひいてません。ち
ちなみにご主人は、無理のない範囲で、ダイエットに励んでます。おおよそ1年で、適正体重に戻すことを、目標としているようです。そうそう、言うの忘れてました。今回映像自体が、暗く感じるのは、設置してある3つのライトのうちの1つが、途中で壊れたからです。もちろん、新しいライトは購入済みですので、ご安心を。さて、そろそろ完成です。ご覧いただき、ありがとうございました。今回のエンディングも、僕の可愛い姿が見られるので、最後の最後まで、見ていってくれると嬉しい。ではまた、次回の作品で、会いましょう。